石油と観光で巨万の富を築いたアラブ首長国連邦。実は首都はドバイじゃなくてアブダビって知ってた？こんにちは、アキです。ペルシャ湾に面したアブダビ。世界一速いジェットコースターに驚くほど白い巨大なモスク。実際の街の雰囲気はどうなのか、ご飯は美味しいのか、未知の中東アブダビ。それではブラッと歩いてみよう。5時45分、ドーハハマド国際空港から UAE アブダビにあるアブダビ国際空港に移動。乗ったのはエティハド航空エアバス A320 中型機。座席シートはそこそこゆったりめ。運賃は36,400円。1時間のフライトにしては結構高い。ドーハからひとっ飛び着いたアブダビ国際空港。フライトは1時間だけど時差が1時間あるので着いたら19時45分。インターネットはホラフライの eSIM を事前に買っておいたので着いたら数分でネットが使えた。速度もそこそこあって問題なし。まずはホテルへ。泊まったホテルはビラッジョホテルアブダビ。3日間泊まって68,345円。1日あたり22,781円。ちょっと高いけど年末だからしょうがないかな。荷物を置いて身軽になる。さて腹ごしらえに行こうか。ショッピングモールまではウーバーで移動。地元のショッピングモール。この生活感あるノイズがいいね。 UAE はイスラム教だけどクリスマスは関係なく祝うんだね。フードコートのある上層階に到着。知らない店ばかり。どれもうまそうだけど、ポパイズって読むのかな。バーガー屋さんやマンチョウオーっていう中華料理屋、おなじみのマクドナルドにケンタッキー、そしてサブウェイ。いろいろお店があるようだけれども、今回はここ世界的チェーン店ジョリビーにしました。タッチパネルでゆっくり値段と商品見ながら買えるのはいいね。英語喋らなくても買えちゃうからね。年々便利になっていくことで海外旅行のハードルが下がっていってるのは嬉しいね。今回はチキンバーガー、ポテト、コーラ、そしてピーチマンゴーパイ、合計1570円。日本よりもちょっと高い感じかな。味は見た目から想像通りのジャンキーさで美味しい。ほんとこういうのでいいんだよね。海外に来たからって毎回その土地の伝統料理を食べないといけないなんてことはないからね。旅は自由。地元民が食べているものと同じものを食べる。つまり日本に観光に来た人がイオンに行って丸亀製麺を食べる。それでこそ地元の人の気持ちがわかるもんなんじゃないかなって思います。せっかくの海外だけど無理はしない。等身大で旅を楽しみます。カメラ回してないところでオズモポケット3に興味津々の2人の兄弟の子供がカメラ見せてくれって来たね。お父さんがその後来たけども、フードコートってファミリー多いよなって改めて思った。次来るときは家族がいたらいいな。っていうことで初日はこのくらいのゆるさでおしまい。タクシーでホテルに帰宅。明日はとびきりの非日常へ行こう。おやすみなさい。朝起きたら異常にお腹が空いていたのでホテルのバイキングに直行。ホテルを一度出てエントランスを通り過ぎてぐるっと回っていく。すると中庭があって建物の中にレストランがありました。これは初見だとわからん。前のハート柄の明らかに寝巻き姿の人がいたからたどり着けました。料理のラインナップはというとサラダ、
ドーハのレストランで食べたフムス、ミートソースみたいなムハンマラ、ソーセージの炒め物、ベーコン、パスタ、スープなどなど。健康重視で野菜多めで一皿目をゲット。野菜は新鮮で、どの料理も見た目はすんごく美味しそう。味付けは濃すぎず日本人の舌にも合う。スパイシーな味付けと中東料理をイメージしがちだけど、実際はそうでもない。野菜スープは具沢山でまろやかな味わい。さすが UAE アラブ首長国連邦。この国は人口が約944万人いるけれども、観光客は年間で人口の約2倍来るほど観光産業が発達している。なのでこうしたホテルの朝食も外国人向けに万人受けするような味付けになっているんだと思う。パンにハムやチーズを挟んだ料理も結構美味しい。そして2皿目に突入。特におにぎり型のポテトがマックのハッシュドポテトみたいで美味しい。トマトベースの野菜スープも具がたっぷりで美味しい。コーヒーも飲んでエネルギーチャージ完了。2日目はおしゃれなカフェとモスクを観光します。ごちそうさまでした。レストランを出ると地域猫が挨拶に来てくれました。人懐っこくて普段から可愛がられてる感じ。猫から癒しのパワーをもらい出発します。お腹もいっぱいになったのでタクシーでカフェに向かいます。ここで UAE アラブ首長国連邦の基本情報をおさらい。ここ UAE は7つの首長国がまとまって1つの国になっている珍しい国。イスラム教国家なので公共の場での露出の高い服装は控えた方がよく、お酒は NG。 夏は50度近くまで暑くなり、冬は20度ほどで過ごしやすい。移動手段は Uber と中東版 Uber のカリームがあるけど、Uber の方が安いことが多いので Uber がおすすめ。通貨はディルハム。響きがかっこいいね。倉庫を話してるうちに海辺に着きました。街路樹にヤシの木が生えてるね。南国っぽいね。着いたのはアラビカ。これパーセントアラビカって読むんかなって思って調べたらアラビカでした。店内には白い大きな椅子。レジの後ろにはコーヒー豆が入った麻の袋が置かれていておしゃれ。ここでカフェラテを注文。25ディルハムでなんと1025円。スタバのカフェラテトールサイズの約2倍高い。ここに来ないと飲めない味だよねってね、自分を納得させてます。と思ったら京都と六本木にも店舗あるよってね、店員さんが教えてくれました。気になって六本木のカフェラテの値段を見たら650円でした。さすがアブダビ、金持ちの国だ。正直物価高すぎてちょっと心の底から楽しめてないのはね、否めません。ウズベキスタンやカザフスタンに行った時は日本の半分ぐらいの物価だったけど、ここ UAE は 1.2 倍から2倍ぐらいかな。みそじ独身男性の財布が寒くなります。そんな気持ちとは対照的にアブダビのペルシャ湾、停泊するヨット、暖かい気候。アブダビはいるだけで開放的な気持ちにしてくれます。ここアブダビはカタールのドーハと同じく昔は真珠産業で栄えていたようです。だけど日本で養殖真珠産業が発明されて以降、アブダビの真珠産業は衰退し極貧時代へ。三木本真珠が発端となったみたいですね。その後石油を掘り当てて富裕国になったんだとか。じゃあ日本のこと嫌ってんのかなって思ったけど、接する人はそんなことはなくて優しい人が多かったです。ってことでカフェラテを飲み切ったので移動。近くに別のカフェがあるようなのではしごしようと思います。カフェを出て歩いていると視界に入るビルがどれも個性的。日本みたいに似たようなビルが立ち並ぶんじゃなくて、一つ一つのビルが俺はここやでって強く主張してくる。
中央アジアもそうだし、ベトナムやフィリピンなどの東南アジアもそう。日本のような平均的で均一化された紋切り型のビルとはまた違った洗練されたサイバーパンク感が新鮮でたまらん。そんなビルの1階に入ってる668カフェに来た。ここでもカフェラテを注文。外はすごい風だったけども、ベンチで2杯目のカフェラテをいただきます。別に特別なことはね、何もしてないんだけれども、一人で中東まで来てカフェラテ飲んでる。そんな時間を味わってます。後ろのビルの形、めっちゃ独特だよね。合理的に考えたら四角い方がいいのに、あえて上の方を丸くしてる。こういうデザインセンスって国によって違うから、街の作りとかビルを見るだけでも国とか地域の特徴が見えてきて面白いよね。ってことで一旦宿に帰って次のモスクの予約時間までゆっくりしたいと思います。実はホテルで少し体調を崩してダウンしてました。正直このまま寝てようかなってね迷ったんだけども、ここまで来ていかないのは一生後悔すると思って重い体を起こして出発。驚いたのが今から行くモスク入場料がタダ。さっきコーヒー1杯に1000円も払ったのに、アブダビで一番すごいこの施設が無料？ UAE の金銭感覚どうなってんだろう。ってことで着いたのはシェイク・ザイド・グランドモスク。地下から地上に出た瞬間、目に飛び込んできたのは圧倒的な白。体調が悪かったせいか一瞬本当に天国に来たんじゃないかってね錯覚するぐらいの感じでした。日本でいうと、明治神宮の森を歩く時のあの静かな荘厳さとはね全く違う。こっちは富と権力、そして人間の技術を全てつぎ込んだねパワーをね感じましたね。イスラム教は偶像崇拝が禁止されてるから仏像とかをね作れない分、建物そのものや幾何学文様に祈りを込めてるのかな。柱の一本一本、壁の模様の一つ一つが気の遠くなるような手作業で作られてる。これを無料で見せてくれるアブダビ、懐が深すぎる。そして内装も素晴らしい。一体どれだけの時間とどれだけのお金をかければ作れるのか。しかも神社と同じで宗教施設なので、お金だけじゃなくて人々の思いも乗ってる。ここに来て何千人何万人もの人がお祈りするんだよね。日本じゃ考えられないけど、そういった世界もある。毎日の生活とのギャップが大きくて、ただただ圧倒された。いや、この景色見えて本当に良かったな。あと何より感動したのが、これだけの観光地なのに客引きが一切いないこと。東南アジアで感じるあのサバイバル感は皆無で、安心して美しさに没頭できる。無理してきてよかった。この景色は間違いなく一生ものです。ってことでモスク見学を終えてホテルに帰還。さっきまでの天国のような城から一転、見慣れたホテルの部屋へ。正直体調も万全じゃないし、おしゃれなレストランで気取って食べる元気は残ってない。そんな夜は地元のスーパーで適当に買ってきたお惣菜を広げて食べる。これが一番心落ち着くんだよね。今日のラインナップはこれ。全部で1611円なのでお値段相応かな。びっくりしたのは鶏肉が入ったビリヤニはメインとして買ったのにサラダよりも安かった。まずは量り売りで買ってきた謎のチキンビリヤニ 200g。 サフランライスの中にゴロッと大きな骨付きチキンが埋まってる。スパイシーな香りが部屋中に充満して食欲そそるな。それとサラダ、卵たくさんでタンパク質取れて栄養満点。あとは健康のためにヨーグルト2つとカットスイカ、サトウキビジュース。ってことでいただきます。まずはサラダから。シャキシャキとしたレタスとパプリカがみずみずしい。オレンジ色のエスニックなドレッシングは
ほんのりとした酸味に少し甘さがあってサラダが進む。旅の疲れをサラダのビタミンで回復してもらいます。そして中東料理として有名なビリヤニ、これを胃にかき込む。うまい。スパイシーだけど嫌な感じはしないし、サフランライスが濃厚なチキンの味を中和していてバランスがいい。さっき言ったモスクと今食べてるご飯、この豪華絢爛と庶民的な日常のギャップこそ一人旅の醍醐味かもしれない。テレビで夜の礼拝の映像と音を聞いて異国情緒を感じる。この雰囲気をまたエモいね。サトウキビジュースは目の前でサトウキビを粉砕してジュースにしてくれたんだけど、シロップみたいに甘い。血糖値爆上がり。明日はメインのフェラーリワールドに行くから今日は早めに就寝。おやすみなさい。おはようございます。朝8時。体が少し重いですが天気は晴れ。昨日残したイチゴのヨーグルトを食べて流行る気持ちを抑えてフェラーリワールドへ向けて出発。タクシーは革張りの高そうな車。こんな車が普通にタクシーやってるのはすごいな。道中ジュバイルマングローブ公園が見えた。マングローブっていうと熱帯のイメージだけど、中東の気候でも生息するんだね。30分ほど車を走らせてようやく見えてきた。あの巨大なコースターにこれから乗ると思うと楽しみだけど怖い。ってことで着きました。フェラーリワールド。世界初のフェラーリのテーマパーク。ここの目玉はフォーミュラロッサ、世界最速のジェットコースター。なんとスタートからたった 4.9 秒で時速240キロに到達する。もはやアトラクションというより人体実験。年末の観光シーズンだからめっちゃ並ぶって思ったけど、開店前から並んでるのは十数人ほどだった。ディズニーランドくらいの混雑をイメージしたけどちょっと拍子抜け。ただ開店と同時にフォーミュラロッサに向かってみんなで楽しくダッシュ。前に乗った人が大はしゃぎしている様子見ると順番待ちの時間も楽しいね。てか本当は絶叫マシンは苦手なんだけども、世界一を体験したいという気持ち一つでここまで来ました。ではいざ乗ってきます。最高に気持ちよかった。飛びました、魂が重力これ G がすごすぎて顔の皮膚がね後ろに持ってかれる感覚。楽しいっていうか、なんかもう次元を超えて、ただただフェラーリっていうブランドの暴力的なパワーにねねじ伏せられた数分間でした。いやー目が覚めた。乗ってる時は撮影できなかったけども、展望台的な場所からジェットコースターが走る様子が見えたのでお届けします。ということで次のエリアに移動します。ここはアトラクションだけじゃなくて F1 カーの展示もあって、普段ねなかなか間近で見ることのないレーシングカーをねまじまじと見れます。いやこのディテールがねかっこいいね。もう少し見てたいなって思ったけども、ジェットコースターに乗ったらねお腹空いちゃったんでお昼ご飯を食べます。お昼はピザとコーラ。ジャンキーなご飯で気分を上げていく。それではいただきます。結構見た目ボリューミーだね。ピザの生地は厚みがあってトマトベースにサラミとチーズが乗ってるベーシックなピザ。こんがり焼かれていてサクサクで、コーラともめちゃくちゃ合うね。いやほんとねこういうのでいいんだよねっていうご飯だね。
後ろでは子供用のジェットコースターが走ってるんだけど、なかなかねスリルがある感じ。大人から子供まで楽しめるフェラーリワールド、いいね。ご飯を食べ終わったのでぐるっとフェラーリワールドの中を回ってみると、ハリーポッターみたいなヨーロッパの街並みのエリアがあったり、池の中にジオラマがあったり、 F1 カーでレースしてる気分を味わえる体験コーナーがあったり、本物のフェラーリが展示してあったり、アトラクション以外にも楽しめる施設が盛りだくさん。アブダビに来たら一見の価値あり。大満足のテーマパークフェラーリワールドでした。アドレナリンが出まくった後は少しクールダウン。アブダビの歴史を知るためにアブダビ文化遺産村へ。中には石油が発見される前のアラブの伝統的な暮らしを再現した場所がある。つい数十年前まで彼らはこうやって砂漠の中でラクダと共にテントで暮らしていた。そしてここから見る景色が一番のハイライト。見てください。海の向こうには石油マネーで築き上げられた近未来的な摩天楼。過去と未来が交差するアブダビ。アブダビに住むおじいちゃんおばあちゃん世代は石で積み上げた家を見て、昔はこんな家に住んでたんだよって孫に話したりしてるのかな。貧しい真珠狩りの村から世界有数の富裕都市へ。わずか半世紀でここまで激変を遂げたアブダビの奇跡がこの文化村で知ることができます。ってことでもう少し観光しようと思ったけども、まだ体調が悪かったので今日はこれで帰ります。おはようございます。11時に起きてホテルをチェックアウト。今日はバスでアブダビからドバイへ。バスに乗るのに必要な乗るカードをターミナルで購入し、バス乗り場へ。都市間の移動中、車窓からの景色は背の低い草に砂といった砂漠気候の風景が広がっていた。2時間弱でドバイに到着。アブダビで見た真っ白なモスク、世界一速いジェットコースター、伝統的な暮らしの様子を胸に年越しをドバイで過ごします。中東、やっぱり面白い。ニュースで見てるだけじゃわからない熱量と優しさがここにはありました。ということでアブダビ編はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次はドバイ編でお会いしましょう。バイバーイ。FF の世界だな。